こんにちは、正代です。皆さんは英語学習どうやって始めたらいいのかなと迷ってしまうことはありませんか？本屋に行くとたくさんの英語の本があって、どれも良さそうに見えるけど多すぎて選べない。ネットで英語の本を調べるけど、あれもこれも良さそうで結局困ってしまう。今日は正代が無駄を省いて最短で英語ができるようになるための英語ルートを紹介します。それでは行ってみましょう。まずは単語帳です。単語帳は毎日触れるものなので、相棒となる一冊を決めましょう。おすすめはターゲット1400です。この単語帳のいいところは、癖がなくてシンプルで誰でも扱えるというところです。この単語帳は左から単語、意味、英文、訳と並んでおり、流れるように確認することができます。また、左のページを縦に見ていくと、どんどん単語を確認することができるので、学習スピードが上がります。もちろん、赤シートにも対応しているので、チェックも容易です。世の中には、あらゆる工夫を凝らした単語帳がありますが、シンプルで洗練されたこの構成は、原点にして頂点だと思います。そして単語帳と並行して文法を仕上げていきましょう。まず絶対に必要なのが文法の辞書です。手元にいつも置いておき、わからない文法事項が見つかったらすぐ調べるようにしましょう。辞書を一冊頭に入れたら、もう英語はマスターしたようなものです。おすすめは新英文法大全です。この辞書のいいところは、丸暗記ではなく、英語という言語自体の核心に迫ることができます。とてもわかりやすい解説によって理解をしながら文法ルールを覚えることができます。そして必要な知識は全部詰まっているので、ここに書いてあることだけ理解すればいい。今後の英語人生で不利になることは絶対にないというところが心理的に大きいと思います。はい、ここまではターゲット1400で毎日単語を覚えるという話と、新英文法大全でわからないことが見つかったら必ず調べるという話をしました。その2つはとても大切なので忘れてはいけない大前提です。ここからは英語のレベルを着実に上げていく方法をお伝えします。まず最初にやってほしいのが、ゼロから英文法が面白いほどわかる本です。この教材で中学・高校の英語を学ぶことができます。とても綺麗にまとまっていて、今まで点と点で散らばっていた知識を整頓することができ、頭がすっきりします。あんなに複雑そうだった英語の授業がこんなにも綺麗に体系ができるなんて、とてもびっくりすると思います。ゼロから英文法が終わったら、今度は英文法ポラリス1をやりましょう。この教材は特に皆さんが苦手とするところ、つまずきやすいところが丁寧に解説されています。問題を解きながら自分の弱点を発見して、その都度クリアしていくことによって文法の穴がなくなります。やはり文法のルールを読んで分かった気になるのではなく、問題を間違えることによって身につくことがたくさんあります。次にやることは、読解のための英文法が面白いほどわかる本です。この本は今まで勉強してきた文法を使って文章を読めるようにする本です。ジャンルで言うと英文解釈というものにあたります。これまではこういう文法ルールがあります。それを使うとこういう文になります。という感じで勉強してきたと思います。今度はその逆をやるイメージです。こういう文があります。あ、これはあの文法ルールを使っているんだな、と発見する感じです。文法ルールを知っていても、文を見たときに、その文法に
自分で気づけないと意味がないので、この本を使ってトレーニングしていきましょう。必ず英語が読めるようになります。ゼロから英文法、英文法ポラリス、読解のための英文法。この3冊が終わる頃にはターゲット1400も終わっていると思います。単語が終わったら熟語をやりましょう。おすすめは英文で覚える英熟語ターゲット R です。これは英熟語ターゲット1000の文章がついているバージョンです。単語も仕上げたし文法も仕上げたのに英語が読めないときは十中八九熟語が原因です。熟語は簡単な単語の組み合わせでできています。それが文章の中で出てくると単語自体のそれぞれの意味は知っているので、それが熟語であることに気づきにくく、直訳して変な意味になってしまい混乱を引き起こします。したがってこのタイミングで熟語に取り組みましょう。英熟語ターゲット R のいいところは、文章の中で熟語を覚えることができるので、使い方も一緒に学ぶことができるということです。もう一つ、この教材をやるメリットは、読解に挑戦できるということです。文章が初級、中級、上級と段階的にレベルアップしていき、今まで勉強してきた文法知識を使って自分がどこまで身についたのかを確認することができます。自分の力で挑戦することによって単語、熟語、文法の自分の弱いところに改めて気がつき、さらにそこを補強することができます。では最後に今回の話のまとめをします。ターゲット1400で単語を覚える。新英文法大全でわからないことがあったら調べる。ゼロから英文法で体系的に知識を整頓する。英文法ポラリス1で苦手をなくす。読解のための英文法で文章を読めるようにする。英熟語ターゲット R で熟語を覚えつつ文章を読むことに挑戦する。お疲れ様でした。ここまで頑張ったら英語の土台は完成です。あとは好きなように勉強して大丈夫なので、英語学習がとても楽しくなります。例えば高校生はぜひ自分の志望校の赤本をやって問題形式を分析しましょう。単語のレベルアップならターゲット1900、文法の穴埋め問題が出るならポラリス2など、自分に合った受験対策をしましょう。英語の土台が固まっていると受験勉強のスタートダッシュが必ずうまくいきます。TOEIC をやりたい人は公式問題集で傾向をつかんだら、銀のフレーズで TOEIC 独特の単語を身につけ、文法特急で文法問題になれましょう。それが終わったら金のフレーズで単語を完成させて、出る専門で文法問題を完成させましょう。社会人の人はぜひ英会話にチャレンジしてみましょう。教材のレベルを少し下げて、今までインプットしてきたことを今度はアウトプットできるようにしましょう。勉強をするというより練習をするという気持ちが大切です。どんどん話すための瞬間英作文トレーニング。ネイティブなら12歳までに覚える80パターンで英語が止まらないがおすすめです。本日もご視聴ありがとうございました。もしあなたがまだ登録してないなら今すぐポチッとお願いします。高評価とコメントを見るとまた頑張って動画作れます。よろしくお願いします。ではまた次回。